こんにちは。今回は SBEX ニューガンダムの下半身を改造していきたいと思います。まずは足の裏の肉抜き穴の処理を行います。はじめに端材のランナーを開いている穴に差し込み接着します。地味な作業ですが使用するパテの量を減らせるのでやっておいた方が良い作業の一つですね。ランナーの接着にはクレオスのミスターセメント SP を使用しました。接着剤が乾燥したらアルミホイルを肉抜き穴に詰めていきます。肉抜き穴にパテを詰めることができたらエポキシパテを肉抜き穴に持っていきます。この時朝食スティックのような細かい調整ができる道具があると作業しやすいですね。エポキシパテが乾燥したらデザインナイフを使用してパテを大まかに削りある程度形を整えていきます。デザインナイフを使用してパテを大まかに切り取ったらリューターを使用してパテを一気に削っていきます。リューターを使用してパテを削り終わったらヤスリを使用してパテの表面をきれいに整えつつパテをパーツの形に成形していきます。パテをきれいに成形することができれば側部の改造作業は終了です。続いて脚部の改造を行います。まずはニッパーを使用して脚部の肉抜き穴の中にあるモールドを取り除きます。ニッパーだけではきれいに取り除けない箇所が出てくるのでそのようなところはリューターを使って作業しましょう。脚部の肉抜き穴部分にスペースを作ることができたら肉抜き穴のスペースにはまるパーツを自作していきます。今回はプラ板を使ってパーツを自作していきたいと思います。まずは使用するプラ板を P カッターで切り出します。切り出したプラ板を適当な大きさにカットし彫刻刀を使用してモールドを作っていきます。作業した切り口がガタガタなのでヤスリを使用して切り口をきれいに整えていきます。続いて 0.5mm のプラ板を用意します。このプラ板を適当な大きさにカットします。切り出したプラ板を流し込み接着剤で軽く接着します。このプラ板は後から剥がすのでほんの少しだけ接着剤を使用しましょう。接着剤を使いすぎると剥がすのが大変になります。プラ板を接着したら紙やすりを使用してプラ板の形が同じになるように削ります。
ラ板を削り終わったらガンダムマーカーを使用してプラ板に印を書いていきます。インクが乾いたらニッパーを使用してプラ板をカットしていきます。プラ板をカットすることができたらヤスリを使用して切り口を整えていきます。パーツの形を作ることができたら作業前に接着したプラ板を剥がします。結構怪我をしやすいので注意してプラ板を剥がしましょう。これでパーツの複製は完了。それではこれまでに用意したプラ板を組み立てていきます。用意したプラ板は 1mm 厚と 0.5mm 厚。組み立てる際に参考にした資料は HG のニューガンダム。ニューガンダムの脚部についているバーニアのカバーをプラ板で作ります。プラ板を組み立てるのに使用したのは流し込み接着剤です。ある程度カバーが形になったら瞬間接着剤を使用して新たにプラ板を貼り付けパーツの強度を高めつつプラ板にできたわずかな隙間も接着剤で処理してしまいます。続いてカバーの内側にバーニアを取り付けていきます。使用するのはジャンクパーツ。バーニアっぽい造形のパーツを切り取りカバーにぴったり合うように調整します。切り出したままではカバーに収まりきらなかったのでリューターを使用してパーツを少し削ります。パーツのサイズを調整したら瞬間接着剤を使用してバーニアをカバーに接着します。これで自作のパーツは完成です。先ほど開けた脚部の穴に取り付けてみましょう。なかなか良い感じにできたのではないでしょうか。この段階では接着せず塗装が終了した後にしっかり接着します。そうそう、今回の自作パーツは全て木足でプラ板を切り出しているので切り出すプラ板の正確なサイズを紹介することができません。この動画を見て真似してみようかなという方は動画の手順を参考にして真似をしていただけたら幸いです。それでは最後に腰部の肉抜き穴を処理します。手順は初めに行った作業と同じなので割愛したいと思います。腰部の肉抜き穴は目立たず作業漏れしやすいので忘れずにしっかり処理していきましょう。腰部の肉抜き穴処理が終了したらニューガンダムの下半身に行う改造作業は全て終了になります。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降もニューガンダムの作業動画を投稿していくのでチャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。ではさようなら。Are you listening?